ですから、砂を金銀財宝に変えるマジックのようなものではないわけです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第22回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら、仏教に関することなどを話しています。なるべく簡単にお話しすることを心がけています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので、少しずつ聞いていただいて、仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思います。さて、今回の話に入る前に訂正がございます。この法華経の話の第18回、第19回で六波羅蜜のことについてお話をしました。六波羅蜜ですね。六波羅蜜についてお話をしてきました。その六波羅蜜のこの六波羅蜜の蜜の字がこの蜜の字になっておりました。密教の蜜ですね。正しいのはこちらの蜜、蜂蜜に使われるこの蜜という字でが六波羅蜜の蜜でございます。大変申し訳ございません。ご指摘をいただいた大石さんにおかれましては、ご指摘をいただきましてありがとうございました。どこで勘違いしたのかわかりませんが、処方中の処方の間違いで恥ずかしい限りでございます。とはいえ、もう皆様、この法華経の話のシリーズをずっと聞いてくださっている皆様は、もうお気づきだと思うのですが、私、とにかく誤字脱字がとっても多いんですね。ですから、もし気づいた点があれば、またご指摘いただければとても嬉しいです。実はここで述べるようなことでもないかもしれないんですけども、とにかく私、漢字を覚えるのがとても苦手です。最近はパソコンやスマートフォンがあるからと、言い訳できないんですね。なぜなら、割と私は日常的に手書きも多くしております。ですから、技術革新の一方で漢字が覚えられなくなったというわけではなくて、もうとにかく子供の頃からこの漢字を覚えるのが苦手です。例えば手本をこっちに置いて、これをこっちに書き写すまでの間に字がわからなくなってしまうこともすごくたくさんあるんですね。もう本当に真横に置いてにらめっこして、で、それで何度も書いて、それでもう時間が経つとすぐに忘れてしまうような、そういう始末なんです。未だに寒いとか、冬じゃないな。冬とか、それから修行の週とか、このマイルとかのこの点の方向ですね。この点の方向がわからなくなってよく書き間違えます。今は横に台本を置いて書いてますので、間違えることないんですけども、普通に冬という字を書こうかなと思ってると、点はどっちだったかなと、こういう風になってしまうんですね。いろいろ対策をしてみたんですけども、結局なかなか今のところ改善していません。どうも視線が安定しないのが悪いというようなこともあるそうなので、視線を安定させるトレーニングをしてみたりしたんですけども、これもあまり効果がありませんでした。最近はもう諦めていまして、これも自分の性分だと思うようにしています。文章を書くときは、傍らに辞書を置くなりして、いちいち字を調べながら書くようにしています。いちいち時間もかかりますし、昨日書いた字がもうわからなくなってしまうこともありますから、時々本当にもう自分に嫌になってしまうんですけど、これも私だなというふうに思ってます。こういう時はすり判読の故事はとても励みになります。すり判読はとても有名ですね。これ、首里判読とも読んだりしまして、サンスクリット語のチューダパンタカの音社になるようです。いつものごとくですけども、音社は、そのままだということもあれば、チューダパンタカがスリーハンドクというのは遠いような気がしますけども、なんとなく、音社なんだろうなということはわかります。この首里判読は、他にも、首里判読と書いたり、首里判読と書いたりもします。
お釈迦さんのお弟子さんで、社営国のバラモンの出身ですね。バラモンというのは聖職者です。聖職者の出身です。兄弟二人のうちの弟を指すと言われておりまして、お兄さんは先に出家してアラカンとなった大変立派な修行者だったんですけども、そのお兄さんに導かれて、このスリハンドクは出家したと言われています。スリハンドクは一説には自分の名前を記憶することもできなかったと言われています。現代でいう記憶障害のような、そういった状態だったようなんですね。でもスリハンドクは修行して仏になりたいと思っておりました。ところが仏様の教えを説いてもらってもとにかく覚えることができないわけです。周りの修行者はどんどん教えを習得していきます。自分だけ取り残されているようで、スリハンドクはもうとにかく悲しみに暮れるんですね。そしてとうとう耐えられなくなって釈尊に申し出るわけです。自分はあまりにも愚かであり無能です。ほんの少しを覚えることもできません。ですから、もう弟子を辞めさせてください。こういうスリハンドクの言葉を聞いて、釈尊は答えます。素晴らしいことだ。スリハンドクよ、素晴らしいことである。自分が愚かであると知っている者は、決して愚かではない。自分が愚かではないと思い込んでいる者が愚かなのだと。こうやってスリハンドクを褒めたたえるわけです。そして、ほうきをスリハンドクに渡してこう言います。よいか、毎日掃除をしなさい。その時に、塵を払い、赤を除かんと唱えなさいと。こう、釈尊はスリハンドクに伝えます。そこでスリハンドクはその日からほうきで掃除をし、塵を払い、赤を除かんと唱え続けたんです。多分、この塵を払い赤を除かんという言葉も忘れるようなことがあったんだと思うんですね。釈尊に改めて聞き直し、ただひたすらにスリハンドクは続けていきました。結果、スリハンドクは悟りを得ていくことになります。釈尊にとって悟りを得ていくこと以上に、そこに至るまでの行為が大事なのであったと思います。スリハンドクは釈尊の言葉によって思い悩むことをやめ、一つの行為に集中することができました。その行為の中でスリハンドクは救われていったのだと思います。現代は結果はもちろん他者からの評価や社会の中での自分の存在が重要視されますが、そんなものって大したことじゃないんですね。何かできなくても何かわからなくても周りの人から遅れているようでも自分ができることを自分なりに続けていれば、それは十分にあなたが生きていることの証明になりますし、続けていくことの中に自分を支え、自分を励ましてくれることも必ずあるはずです。スリハンドクの故事は今を生きる私たちになんだかいろんなことを教えてくれているように思います。なんだかいろんな話をしてしまったんですけども、またお気づきの点があれば教えていただければと思います。では、大変前置きが長くなりましたが、今日のお話です。前回は十九読本の第一、上心不思議力についてお話をしました。今日は後の9つの中から選んでお話をしようと思ったのですが、どれも一筋縄ではいかない内容なので、とりあえず今回残りの9つ全部をまとめて説明をしようと思います。いずれにしても法華経の内容と重複するところが多くありますので、法華経の中でまたしっかりと説明をしていきたいと思っています。ではもう一度十九読を書いていきます。はい。これが十九読力でした。上心不思議力は前回お話をした内容です。では順番にお話をしていきますが、まず偽証不思議力。偽証不思議力というのは、無量義教という教えには無料の教えの義が、大変たくさんの教えの義が含まれているので、それを少しでも受持すれば、もともとが大変な大きな数があるということですから、それを少しでも得ることができれば、それは大変な教えを得たことになると。無料義教を信ずることで、無料の教えを身に受けることができるという、そういう力です。
次に戦士不思議力というのは、先ほどの偽証不思議力のように、無料の教え、たくさんの教えを手に入れることができるので、大変多くの人々を生死の苦しみから抜け出させる力があると、その力のことです。戦士は船頭さんのことですね。船を目的地に導く人ですから、人々を救済へと導くことに例えて、戦士と言ってるわけです。続いて、王子不思議力。王子不思議力は、先ほどのように多くの人々を導く。戦士不思議力のように多くの人々を導くことができるので、この人は多くの諸物に守護ですね、守られ、慈愛される、愛される力のことです。愛される、大切にされる様が一国の王子様のようであるので、ここでは王子不思議力とこう例えられているわけです。続いて、粒子不思議力です。粒子不思議力は、無料義教を修行することで、多くの人々を歓喜、喜ばせ、信服、信じさせる力のことです。人々を驚かせる様が、まるで竜の子のようであるので、粒子不思議力と例えています。この粒子不思議力の中で、無料義教を従事し、読受し、書写しというのが出てきますが、これはここに下説というのを含んで、従事読受下説書写とこう言いますけども、これが法華経に出てくる五種法種とつながっています。詳しい方はご存知かもしれません。この五種法種に関しても法華経のところで説明をいたします。それから自頭不思議力は、無料義教を修行した人がたとえ仏になっていなくても人々に教えを説けば、この経の力によって成仏させることができるという功徳力です。それから法性不思議力は、仏の教えを真摯に修行すれば、特別に難しい修行をしなくても空の悟りを得ることができるという、そういう功徳力です。それから特任不思議力は、無料義教を修行することで、仏様がそこにいてもいなくても人々に信心を起こして多くの悟りを得させると、そういう功徳力です。この仏様がそこにいてもいなくてもという、その実際にそこにいるかいないかっていうことも、これも法華経の中で非常に大きく関わってくる、そういったものになります。それから伐採不思議力は、多くの人々を苦しみから救い上げて悟りを得させる功徳力です。そして最後の統治不思議力は、最終的に大変高い悟りへと登ることができるという、そういう功徳力です。以上でもう非常に足早に10の不思議力を説明してきたんですけども、とてもありがたい力ではあるんですけども、どれも特別な力というわけではなくて、人々を導く力であるとか、それから自分自身の立ち位置をどこに置くかっていうような、そういったことを定めてくれる力、功徳力になります。仏様の思いというのは、どこまで行っても人々の救済ということが主眼にありますから、その仏様の力、実際のその働きというものは、それは人々の救済のためのものになるわけです。ですから、砂を金銀財宝に変えるマジックのようなものではないわけです。これは当たり前といえば当たり前なんですけども、仏様の力をどうもそういったマジックのような力であると勘違いするようなところは、これは結構あります。あまり変な奇跡などにとらわれてしまって信心を見ていくと、本当のその信心の良さとか、信心の素晴らしさ、仏様のありがたさというものが見えなくなってしまいます。そういった奇跡などに目を奪われないで、仏様の実のところ、仏様のその実のあり方というところをしっかりと見ていっていただけたらと嬉しいなと思います。では次回は無料義教全体のまとめについてお話をさせていただきます。今回のお話はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。